ちょっとした根回しってやつだ。少し強引に聞こえるかもしれないが、そう答えることにした。ここは強気で押した方が説得もしやすい。根回し？あなたが？ああ。どうして？今から朗読劇をやろうというの？ちょうどいい台本も持ってるんだ。表紙にびっしり書き込まれたクラスメイトたちのサインが見えないよう、1ページめくってから台本を朝倉に見せた。へえ、準備がいいのね。でもその前にまずは理由を聞こうかしら。こっちの方が面白そうだからな。理由を尋ねられてそう答えることにする。面白そうってそれだけ？こんなまるでやる気の感じられないアンケートの展示なんかよりよっぽどマシだろ。それはそうだけど、でも今さら？朝倉、お前だって本心じゃアンケート展示でお茶を濁すようなことしたくないはずだ。違うか？それは。だったらやろうぜ。無責任ね。覚悟も目算もなしに言っていると思うか？そうは言っても私の独断で決められるわけないじゃない。クラスのみんなだってどう思うか。どう思うかなんて考えてないで、まずは話してみればいい。その通りだとは思うけど、でも責任を言うなら客への責任もあるだろ。当たり前じゃない。だからこうして展示の準備をしているんだし、タイムテーブルだって修正してもらわなきゃ。けどこれを見た客としては、うちのクラスはもう朗読劇をやることになっているんだ。だからむしろ展示を目当てに来るお客さんなんてのはいない。それはあなたのせいでしょ。ああ、俺のせいだ。俺のせいで今やってる準備が全て無駄になってしまった。そのことは謝れ。だがこのまま中身の変更をしなくても、果たしてどれだけの客が見に来ると思う？それは。見に来たとしてどれだけ満足させられると思う？だろ？だったら今からでも中身を変えた方がマシだって思わないか？見に来てがっかりさせる方がよっぽど無責任じゃないか。無茶よ。ああ、なんとでも言え。でも朝倉だって本音ではそう思ってる。その沈黙は何だ？そうよ。本音ではあなたの言う通りかもしれないわ。けれど同意してしまうにはあまりに無茶すぎる。ということは朗読劇をやりたい気持ちはあるんだな、朝倉。当たり前じゃない。そう言ってるでしょ。よし。なあ朝倉、たとえ無茶でもどうせば道理だって引っ込むんだ。やらないよりもやって後悔しようぜ。なんだかんだ言って俺たちはまだ高校生なんだ。下り顔でやっても意味ないとか時間の無駄だなんて言ってるのはらしくない。そんなのおっさんに任せとけ。今の俺たちにふさわしいのはまず行動すること。結果は二の次でいいんだ。だから失敗なんて恐れるなよ。それにな、もし失敗したとしてもその時はちゃんと反省して二度と同じ間違いを繰り返さなきゃいい。少なくとも俺はそう信じてる。お前はどうなんだ？これでダメなら諦めるしかあるまい。どうだ？けー、沈黙が心臓に悪い。そうね。あなたの言う通りだわ。よーし、それでこそ朝倉だ。やらないよりもやって後悔ね。普段のあなたからはちょっと想像できない言葉だったけど見直したわ。かもな。そりゃもともとお前のセリフだからな。でもなるべく後悔はしたくないから、やるからには全力よ。ああ、もちろんだ。